Hola jaboneros, tuve la suerte de participar en una de las clases privadas de Etsuko Watanabe en Tokio. Además, pude ver de cerca sus jabones, todos preciosos. Etsuko Watanabe es técnico de laboratorio y además es jabonera senior de la Handmade Soap Association aquí en Japón. Ella es famosa por los diseños en sus jabones que además le han hecho ganar premios internacionales de diseño en jabonería. Y no solo nos muestra algunos de sus tutoriales de forma gratuita en YouTube, que por cierto les animo a que se suscriban, sino que además tiene clases en video sobre diseño en jabonería, que son fáciles de seguir. Si quieren saber cómo registrarse, pues quédense hasta el final porque les voy a ir contando en el camino. Ahora sí, empecemos. こんにちは、渡辺さん。今日はお時間をいただき、本当にありがとうございます。渡辺さんの手作り世間体験についての質問をいくつか用意しました。はい、読みましょうか。はい。どのようにして、手作りの世界に入られましたか？最初は友人に、手作り石鹸をもらって、でそれを使ってみてすごく良かったっていうことと、自分でもこの石鹸が作れるんじゃないかっていうことを初めて知って、作るようになりました。で息子が肌が弱いので、なので、そのために、作り始めました。最初に作った世間を覚えていますか？はい。はい、その経験から何を学びましたか？最初の2年間ぐらいはマルセイ石鹸をブレンダーを使わずに半日かけて作ってたんですね。で、まあずっと手でやってるのですごく時間がかかるんですけど、仕上がりがすごく綺麗です。カットした時にこう粒々が出ないっていうところで、ブレンダー使うとすごく泡がいっぱい立っちゃってカット面がダラダラしちゃうっていうのをそこで知りました。3ね、キャリアを始めた時、どのような課題に直面しましたか？石鹸を日本では、2日か3日保温するんですけど、特に冬に、ソーダ灰がすごくついちゃうっていうことは、どうしてつくのが最初は分かんなかったっていうことですね。それからあと生徒さんに教える時に、どの時点で型に入れていいかっていうのを伝えるのが自分でもあまり自信がなくて、苦労しました。はい。次ね、石鹸を使うお気に入りの、原料はありますか？またその理由は何ですか？ハーブをアルコールにつけて、ハーブの成分を抽出するっていう方法があるんですけど、それで作ったオイルがとてもハーブの色も出ますし、香りも良いし、成分的にも水に溶ける成分とオイルに溶ける成分両方出て、それはすごく好きです。お気に入りの石鹸のデザインはありますか？なぜそれが特別だと思いますか？最初はバタフライスワールってこうハンガーでやってて、何回やってもうまくいかなかったので、自分でこう見える状態で描けないかっていうのを思いついて、で、少しずつこう注いでって、で模様を変えて、でカットすると全部の色がきちんと見えるっていうのを自分で見つけて、で、それが一番今までで嬉しかったというか、発見したことです。渡辺さんは、ラチンアメリカにたくさんのファンがありますね。以前にメキシコを訪れたことがあります。その経験について教えてください。何か印象に、残ったことはありますか？やっぱり日本と使うオイルも違うし、型も違うので、
そのメキシコで、使ってる型で、普段のデザインを作るっていうのが難しかったです。それからなんか、最初行った時はパームオイルの、色が結構濃い色で、色をつけるのにすごく色彩をたくさん入れないと色がつかないんだっていうのを感じました。ラティノアメリカやスペインの材料で、世間作りに使ってみたいものはありますか？そうですね。やっぱりフルーツかな、ライムとか、マンゴーとかマンゴーバター？マンゴー、果物とか、それを使った石鹸は作ってみたい。はいはい。将来にラティノアメリカのどの国を訪れたいですか？訪れたいですね。やっぱりペルー行きたい。世間作りの世界で、達成したい夢や目標はありますか？そうですね。やっぱりいろんな国に行って、日本とは違う、作り方とか、材料とかを体験したいなと思ってます。いろんな国に行って、はいはい。You have been in Taiwan, インド、メキシコ、フィリピン、すごい。台湾言ったっけ？台湾、香港、はい。インドネシア。すごいね。時間を遡れるとしたら、世間作りを始めた頃の、自分にどんなアドバイスをしますか？今思うと、教えてもらうときに、トレースっていうのがどんなものかっていうのをきちっと教わってなかったんですね。トレース。どれがトレースかちょっとよく分かんなかった。どういう状態だ。それを、早く知ってればよかったなと思う。はい、わかりました。Ok, ya conocimos un poquito de Etsuko Watanabe dentro del mundo de la jabonería, así que déjenme contarles cómo se pueden inscribir a uno de sus cursos de diseño. Etsuko tiene cursos muy completos sobre diseño en jabonería. Les voy a dejar los links abajo, pero también pueden escribirle directamente a Etsuko por Instagram, que por cierto también les animo que la sigan porque siempre está dejando mini tutoriales. Y además así no se pierden sus novedades. Cada curso ha sido diseñado para que aprendas a hacer estas maravillas, incluso si recién nos estamos iniciando en el mundo de los jabones con diseño. Eso sí, los cursos tienen subtítulos en inglés, pero viendo las explicaciones se puede entender muy bien. Ahora sí sigamos, pero esta vez para conocer a Etsuko fuera del mundo de la jabonería. 次に、世間作りの世界以外での、渡辺さんについて知るためのクイック質問コーナーに移ります。はい。最初に思い浮かんだ答えを議順に教えてください。はい。準備はよろしいですか？はい。一番好きな色は何ですか？ブルー。ブルー。はい。コーヒーと茶どちらが好きですか？コーヒーです。コーヒーですか？抹茶好き。抹茶も好き。一年で好きな季節は何ですか？桜が綺麗な春。3月ね。3月4月から。はい。わかりました。世間作り以外に趣味はありますか？趣味は、読書と、音楽鑑賞かな。はい。クラシックが好き。あと、カラオケ。昔はよく行きましたけど、行かないです。はい、声出ないです。わかりました。好きなバンドやアーティストは誰ですか？今は特にいないんだけど、昔はハードロックが好きだったんで、ハードロック。日本のアーティストは、ない？日本のアーティストもちょっともう昔になっちゃうから、ハードロックの、ないね。バンドとかが好きでした。メタリカはガンスのローズ？ちょっとその辺はあんまり好きじゃないんだけど。日本のじゃないけど、イングベイマルムスキンとか知らないよね。知らないよね。知らないですね。すいません。はい、大丈夫。一生一つの同じ料理しか食べれないとした何は？最後ね。最後で、寿司。寿司？お寿司大好き。大好き。うん、はい。
リラックスをしたり、うんインスピレーションを、得たりするお気に入りの場所はどこですか？やっぱりここですね。ここ？うんはい。ワこークショップ？ことか、まあ私飛行機好きなので、飛行場行くのが好きです。はい、わかりました。渡辺さんの、朝方ですか？夜型ですか？朝方です。朝方です。はい。好きなスポーツは何ですか？今スポーツ、観戦はサッカーが見るのが好き。サッカー？うん。はい。Do you play？見て。見る、観戦。はい。あバルセロナ、マドリード？まあチームっていうよりは、ワールドカップとか見るのが好き。よりか。な。すごい。はい。はい。ちょっと待って、これ。最後に、ペルーお土産、ペルーからのちょっとしたものを用意しました。はい。マカとキノア、チョコレートです。はい。これ。Ya al final empecé a explicar a Etsuko cuáles eran los beneficios de la maca y de la quinoa, que pues nos aportan muchísimos nutrientes alimenticios. Y también le fui contando de dónde sale la sal de maras. Se sorprendió mucho al saber que venía pues de este tipo de salineras y que están a más de 4000 metros sobre el nivel del mar. Una de las muchas maravillas que tienen los Andes peruanos. 渡辺さん、ありがとうございました。スペイン語を話すファニーメッセージをお願いします。メッセージそうですね。南アメリカメキシコから下には行ったことがないので、ぜひ南米に行って、皆さんと、石鹸を一緒に作りたいです。はい、ありがとうございました。本当にありがとうございます。Espero que les haya gustado este video y les voy a seguir contando sobre mi experiencia jabonera también por aquí recorriendo Japón, además de otras cosas. Así que no olviden suscribirse y no olviden también seguirme por Instagram porque por allí estoy subiendo en las historias muchos de los jabones que voy encontrando en mi camino dentro de Japón. Nos vemos en el siguiente video. Chao, cuídense.